陰陽町は黄河中流域の農耕文明。しかし、その王の墓の中からは遠い南の海でしか取れない貝が大量に発見されています。なぜそんなものが内陸の王朝の高貴な人物の墓の中に大量に収められていたのでしょうか。陰陽町が海洋国家だったのではないかとする人たちの間では、陰陽町を建てた商族はもともと山東半島方面にいた勢力、いわゆる東夷だったのではないかという見方が語られます。しかしそもそも黄河河口域に港湾都市の存在した痕跡とか大規模な民族移動の痕跡が見つかっているというわけではありません。それでは墓の中に収められていた大量の貝は一体何を意味するのでしょうか。このシリーズでは古代の文明と文明をつないだ見えないネットワークをたどっています。今回のテーマは陰陽町海洋国家説。内陸に生まれた文明なのになぜそんな説が生まれたのか、その根拠は何なのか。まずはその墓の中に収められていたという貝について見ていきましょう。墓の中に大量の貝殻が収められていた。その中でもとりわけ有名なのが武帝の后の一人だったと言われる女性将軍不幸の墓。そこからは青銅器や占いに使った亀の甲羅や牛の骨などとともに大量の貝が見つかっています。これは食べた後の貝塚の貝とは違います。澄んだサンゴ礁の海に生息する宝貝という貝で、大きさと形の揃ったものだけを集めて、一つ一つ小さな穴を開けて糸でつないだ手の込んだ加工がなされているものなのです。まずそれらの貝が黄河の河口近辺の海で取れたものでないということは確かです。可能性が高いのは中国南部の沿岸域です。山東半島から長江の河口デルタ地帯へ、古代の小型の船でも十分に移動可能な範囲です。そして重要なのは長江流域の地形です。長江は一本の川がまっすぐ海に向かって流れ込むような単純な河川ではありません。無数の支流や湖、湿地が網の目のようにつながる巨大な水のネットワークでした。そこでは人々は血縁集団ごとに暮らし、船で移動し、物を運んでいました。相続という父系の血縁集団が定着するのは周王朝以降のこと。この頃はまだ血縁は母親を介してつながる母系社会でした。例えば紀元前5000年頃のカボト遺跡、稲作発祥の地として有名なこの遺跡も長江下流域に位置します。陰陽町は長江流域を軍事的に支配していたわけではありませんが、黄河流域と長江流域を結ぶ支流、水運の要所を抑えていました。陰という呼び名は実は後世のもので、彼ら自身は商と名乗っていた。そんな話を聞いたことはありませんか？商という名はもともと特定の地名や拠点を指していた可能性があると言います。あるいは水運や交易に関わる集団が商と呼ばれていたため、混同を避けるためすでに滅びていた王朝の方を陰と呼ぶようになった。そんな説もあります。実際に長江中流域には陰文化の名残ともいえる遺跡が複数存在します。その代表例が湖北省武漢市にある万隆城遺跡です。万隆城は長江中流域に築かれた大規模な青銅器時代の都市遺跡。半築と呼ばれる工法で築かれた高い城壁、整然と区画された宮殿と墓地。その設計は長江流域の地元文化とは明らかに異なる都市様式です。なぜ長江流域にこのような都市が築かれたのでしょうか。有力な説は銅資源の確保です。北方にも小規模な銅鉱山は存在しましたが、長江中流域からさらに南の後世湖南方面には大規模な銅鉱脈が広がっていました。万隆城はその中継地点に位置しています。その間をつないでいたのが環水という天然の水路でした。そんな万隆城ですが、およそ1世紀余りでその役割を終えて衰退していきます。陰陽町前世紀の王、武帝の時代頃から銅は中継拠点を通さずに王都へ集められる体制に移行したのではないかと考えられています。そして陰陽町の製造する青銅器は複雑化、大型化の傾向が進んでいきます。巨大にするということは単に見た目だけの問題ではありません。それだけの材料を集める力と、それを扱える技術の革新が求められます。おそらく複数の炉で
大量の銅を溶かし、精密な工程管理の下で鋳造を進める必要がありました。失敗すれば膨大な銅資源、そして燃料が無駄になってしまう。だからこそ成功させること自体が天に選ばれた証と受け止められていたとしても不思議ではありません。この草原地帯では青銅は極めて希少な金属でした。剣や斧といった武器や馬具などの道具を作るための必需品、そしてとても希少です。草原地帯にはそのための材料も技術もあまりなかったからです。だからこそ金や銀のように交換価値の高いものでもありました。そんな青銅を分厚く贅沢に、しかも儀式のためだけの器にしてしまう。ここが陰陽町の支配の秘訣でした。持っていること自体が圧倒的なステータスになる。これが維新材です。言ってみれば、青銅は古代の最先端テクノロジー。半導体が電子の流れを制御するように、青銅は神の意志を制御する装置。当時の人々はそう信じていました。武帝の時代以降、陰陽町は少しずつ衰退していくのですが、そんな衰退の時代にこそ、より重く、より分厚く、より複雑に、まるで揺らいでいる王朝の権威を取り戻そうとでもするかのように、青銅はさらに巨大化していきました。その巨大な青銅作りを支えていたのが、銅鉱山のある土地との直接的な政治関係、そして物資を運ぶ水路のネットワークだったのです。しかし、青銅の材料は銅だけでは足りません。もう一つ欠かせない鉱物があります。それが錫です。青銅とは銅におよそ1割ほどの錫を混ぜた金属です。錫を加えることでぐっと硬くなり、型に流し込んだとき、細かい模様まで美しく再現できるようになります。ところが、錫は銅のようにどこにでもある鉱物ではありません。中国、北方には大きな錫の鉱山はほとんど存在しない。まとまった鉱脈が見られるのは、長江流域よりもさらに南にある雲南。それは東南アジア、中央アジアへと続く錫のベルト地帯の東端にあたります。陰の中心地からはどれも遠い場所で、そこで注目されるのが長江上流、四川盆地に花開いていた独自の青銅文明、三星体遺跡です。陰とほぼ同じ時代、ここでも青銅器製造が盛んに行われていたと考えられています。三星体遺跡の青銅作りには雲南方面の錫が使用されていた。だとすれば、陰の王都での青銅器製造に使われた錫も四川盆地から運ばれたのかもしれない。そんな仮説もあります。けれども、陰の影響力が長江の上流域にまで及んでいたのか否か、それを裏付ける決定的な証拠は今のところ見つかっていません。三星体遺跡の青銅器というのは、芽が飛び出した青銅の仮面、空に向かって枝を広げる不思議な青銅の木といったように極めて独特で、陰とは全く別の文化であるということが一目でわかります。となると浮かび上がってくるのがもう一つの可能性。それが海だったのです。中国大陸の海岸線をなぞるように進めば、ベトナムからマレー半島にかけて世界有数の錫の産地が広がっている。陰陽町がこのルートを通って錫を運んでいたのではないか。大量の錫を安定して確保する方法が他には考えられない。というのが陰陽町海洋国家説が語られるようになった背景です。しかし前述したようにそれを裏付ける証拠はありません。ただ言えるのは、黄河文明が内陸の河川を通して錫の産地を含む広域な交易圏とつながっていたという可能性です。陰陽町はそのネットワークの北端の接続点を独占していたということになるのかもしれません。ここで思い出されるのがソルヘイム博士が提唱したヌサンタオ海上交易ネットワーク説です。文明を運んだのは国家でもない帝国でもない海上移動民による緩やかな交易圏。それが東南アジアから南シナ海一帯に広がっていました。港から港、島から陸、川から海へ、血縁や信頼関係で結ばれたネットワーク。自ら遠洋航行をしなくても錫は届く。貝はそんなネットワークとのつながりの証としての意味があったのかもしれません。海とのつながりが権威の象徴になる。
そう聞くと日本神話で思い出すものがあります。それは渡積の娘である豊玉姫との間に生まれた子供が初代天皇の祖へつながるという山幸彦の物語。もしこの渡積という存在がヌサンタオのような海上ネットワークを率いた実在の海洋拠点の長老のことだったかもしれない。そんな読み方ができるかもしれません。このテーマはまたいつか日本神話の流れの中で深掘りしてみたいと思っています。というわけで今回は陰陽町の聖堂作りの主要な材料、銅と錫がどこから運ばれたのかについて考えてみました。でももう一つ陰陽町の青銅器製造には大きな謎が残っています。それは炉を燃やすための木材です。黄河流域は乾燥していて樹木の生えない地域だったのではないのでしょうか。それにもかかわらず巨大な青銅器を製造するためには膨大な量の燃料が消費されていたはずです。実はこの謎について黄河流域がかつて現在よりもはるかに緑豊かな地域だったかもしれないという研究があるんです。次回予定ない壮大な説を取り上げてみたいと思います。ぜひチャンネル登録をして隙間と隙間をたどるような古代の旅を一緒に続けていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。